前回の生配信の復習をしていこうと思います。まず、前回の放送ではですね、ロボットのキャラクターを描くことを目標にして作業を進めていました。今、このブラシのですね、太さが最初気に食わなかったので、太すぎたものを自分の好みの太さに変えて作業をしていますね。ここで今なぜ投げ縄ツールを使ったかというと、よくやってしまいがちなんですけれども、一つのレイヤーに別々の絵を一緒に書き込んでしまっていて、レイヤーを分けていた方が後々作業がしやすくなるのに、一つのレイヤーに複数の部分を書き込んでしまっていたのを修正するために、先ほどラストツールですかね、投げ縄ツールでその部分を切り取った他のレイヤーを分けて貼り付けたという状態ですね。ここで左右を変換して変形ツールを使ってますね。変形ツールをかなり重宝してますね。歪みなどを微調整するのにすごく便利なツールだと思います。変形ツールは。そしてこの宇宙飛行士のキャラクターと一緒に使いたいと考えているので、サイズを比較できるように横に配置して絵を描いていってますね。宇宙飛行士のキャラクターよりも少し背の高いロボットにしようと考えています。そして落書きで以前描いていた参考の絵を横に配置して、それを見ながら応用できるかどうかを見ながらですね、今回の本番のロボットの絵を描いていってるという形ですね。以前に落書きで描いたロボットの顔の方は味があって嫌いじゃないんですけどね、腕とかも落書きの頃のロボットの方が味があるような気もしますけれども、今回一番難しかったのは下半身の部分ですね。下半身の部分がなかなか定まらなかったので何度も描き直していますね。やはりキャラクターの目は難しいですね。絵で印象が変わってしまうので、今回のロボットはですね、イメージで言えばフランケンシュタインのような力持ちのキャラクターにしたかったので、どことなくフランケンシュタインのような姿形になっているかもしれないです。あと今細部のブラシのはみ出た部分を削除していってましたね。普段よくベクターブラシで描いていくので、この余分な部分をサクサクと削除できる機能は非常に重宝しています。非常に便利な機能だと思います。そして角度などを変形ツールで微調整していってる状態ですね。今線のはみ出た部分もまたベクターブラシの削除する機能でサクサクと消していってる状態ですね。この機能のおかげでかなり時間が短縮できているのでありがたいですね。そしてある程度全体像ができてきたので、以前の落書きと比べて良くなってるのかどうかは確認してるんですかね。以前の落書きと並べてどれが一番いいのかを比較してるんですかね。一番前のロボットも悪くないんですけどね、味があって好きなんですけどね。そしてサイズの確認を今しています。横に並べて線のはみ出た部分を削除をまたしていますね。そうですね、ラストツールをよく使いますね。ラストツールのおかげで作業の効率が高められてる気がしますね。そして縁を少し太くして、まだこの下半身の部分がなかなか納得いかないので微調整を繰り返していますね。そして色を塗っていく段階ですね。ちょっと緑が明るすぎると思うんですが、最初まずざっくりと色をつけていってる状態ですかね。視界的な感じを出したかったので暖色系ではなくて緑ベースの色で塗っていってますね。そして宇宙飛行士のキャラと色味を確認してると、多分ここで縁の輪郭の線が黒だったのでちょっと違和感がありすぎたので、輪郭の線の色を黒ではない色に変えて宇宙飛行士のキャラクターとのギャップの大きさを減らそうとしている状態ですね。この
今塗っている部分の色が何色が一番いいのかがまだ今気づいたんですけれども、数箇所だけ黄色にして塗るのもありかもしれないですね。次回、もしこのロボットのキャラクターをもう一度修正する回をやるとしたら、先ほどのお腹あたりの色の塗り方を黄色を一部だけ使うというやり方でやってみてもいいかもしれないですね。あとこのロボットは頭部が気に入らなかったので描き直している状態です。ここら辺にですね、たまたまこう角のようになった部分が気に入ったので、ロボットに角のようなものを生やしてみることを試して、そちらで進めていってますね。偶然このように思いがけない展開になるのも絵を描く際の面白い一つの部分だと思います。あと細部がどうしても雑なのでそこを修正していってる状態ですが、ここに時間がかかりすぎている可能性がありますね。最初からこの細部の雑な状態が発生しない描き方をすれば、この修正にかけてる時間を減らせるかもしれないですね。あと今、色を少し微調整しましたね。そしてここでまた変形ツールで形を整えている状態です。そして横に並べてるんですが、多分背景と比べて緑の色が鮮やかすぎたので、少し色を霞んだような形に変えてる作業ですね。もうかなり好きな色にはなってるんですけどね。今回は前回の生配信の動画を自分で見直してみて、そして気づいたことを音声でコメントを入れていくという動画を作ってみました。この振り返りの動画を作っていて気づいたのは、自分の説明の仕方、自分の説明している話し方の語尾がですね、毎回同じような終わり方になってしまっていたので、それが今回は聞きづらく感じた方もおられるかもしれないですけれども、次回以降ですね、この振り返りの動画に付け加えるコメント部分の改善点も試みてみようと思いますので、もしこの私のフレスコの作業の動画に対して興味を持ってくださった方がいた場合は、チャンネルを登録しておいていただければ、引き続きこれからもですね、続けてこのような動画を投稿していこうと思いますので、興味があるようでしたらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは今回このような動画を見てくださってありがとうございました。